こんにちは、ぴょんです。陣長下の麗しい香りが漂う3月の中旬。私は今、静岡県の伊豆湯ヶ島に来ています。こちらはかねてからずっと気になっていた旅館です。やっと訪れることができました。今回ご紹介するお宿は谷川の湯加瀬美野さんです。門口の野うさぎが誘うのは不思議の国ならぬ癒しの森の中。日本屈指の温泉郷の一つ、静岡県の伊豆市は、そのお湯や自然環境の良さから、いつの時代も多くの人々を魅了してきました。都心からのアクセスが良いこともあり、高級宿が点在しています。そんな中、特に満足度が高いと評判のお宿がこちらの汗びのさんです。まず玄関を入ると、目の前の根っこ川に面した開放的なロビーに迎えられます。チェックインは14時30分。ロビーでお菓子とお茶をいただきながら手続きを済ませました。客室数は全部で19室で、すべてのお部屋に源泉かけ流しの温泉の天風呂がついています。今回宿泊するお部屋は谷の倉の107号室です。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。この107号室のお部屋の特徴は、19室の中で唯一完全な洋室であることと、バリアフリー設計になっていることです。お隣の105号室とコネクティングルームにして利用することもできます。お化粧室は玄関を入ってすぐ左手です。バリアフリーのお部屋ですので、車椅子で快適に過ごせるよう、とにかくスペースを広くとってあり、要所要所に手すりが設置されています。今回は特にこのお部屋にこだわっていたわけではなく、予約時にたまたま残りがこのお部屋のみであったため、107号室に宿泊することになったのですが、お部屋の中が広々している設計が気に入り、結果的に大満足でした。冷蔵庫の中身は2リッターのお水のペットボトルのみ無料で、それ以外は有料となっておりチェックアウト時に申告します。こちらのお豆のお菓子は無料でいただけました。玄関から入りドリンクコーナーを過ぎるとテレビとドレッサーがあります。テレビはネットフリックスも見れるようです。さらに奥へ進むとリビングエリアになります。窓の近くにソファーとテーブルがあり、くつろげる空間です。そしてそのリビングコーナーと向かい合うようにして、セミダブルサイズのベッドが2台置かれています。スプリングの反発が良く、硬すぎなくて、私にはちょうど良い寝心地でした。ベッドのすぐお隣、お化粧室との間の空間はクローゼットになっています。衣類は浴衣とサムエの2種類用意されているのが嬉しいポイント。それぞれの身長に合わせてお持ちくださいました。レストランも含めドレスコードはありませんのでリラックスして過ごせます。レトロ感のある金庫が可愛いです。今度は窓の外に目を向けてみましょう。
テラスに椅子が置かれています。鳥のさえずりと瀬音が溶け込んだ大自然の空気。歌人和歌山牧水はこの里でこんな歌を読みました。雪なせる短き房の鈴なりに、咲きてたりたり汗びの花は。玄関を可憐に彩っていたあのお花が汗びです。汗びの花言葉は献身清純な心。そして二人で旅をしましょう。お宿のコンセプトにぴったりの花言葉を持つ汗びは古くから魔除けの木とされ、この辺りにたくさん植えられていました。シンプルな洗面所に想像より多くのアメニティが用意されていました。歯ブラシとコップ、ハンドソープ、男性用のポーラの基礎化粧品、ヘアスタイリング用ムース。カゴの中にはカミソリとシェービングジェル。コットン、綿棒、紙ゴム、シャワーキャップ。体を洗う用のタオル、ヘアブラシ。女性用の基礎化粧品はリーフ&ボタニクスでクレンジング、マッサージパック、石鹸、化粧水、保湿クリーム、美容液と豪華な品揃えです。メイク落としが最初からお部屋に置かれているのが素晴らしいですし、酒粕のパックが嬉しいです。タオルウォーマーもあり、タオルがたくさんかけられていました。楽しみにしていた客室の露天風呂です。趣のある岩の作りで、一角にはシャワーを浴びられるスペースもあります。シャワーの水圧はしっかり強めでした。シャンプー類もリーフ&ボタニクスが採用されています。5本の自家源泉と豊富な湯量を誇る汗びの産の温泉。19室の全客室に源泉 100% かけ流しの露天風呂が備えられています。客室の露天風呂だけでも嬉しいのですが、さらに貸し切りの露天風呂が4カ所と大きな大浴場の露天風呂、合計で6つの温泉がすべて源泉かけ流しとのことで大感激です。温泉成分の濃さを物語るかのようなお湯の注ぎ口。びっしりとついている湯の花の結晶が良い温泉の証ですね。石が枕のような形になっていたり、温度調節を自分ですることができたり、細かい部分にも配慮が感じられます。テラスと露天風呂が隣り合っているのですが、間の壁の部分は小窓を開けたり閉めたりすることができるように作られています。客室についている露天風呂で泉質も景観も良いなんて贅沢です。こちらのお宿は館内施設が大変充実していますので、この後は館内の散策に参りましょう。先ほどチェックインをしたロビーには麦茶、紅茶、コーヒーの機械があり、いつでも無料でいただけます。チェックインとチェックアウトのお時間前後以外は混雑していませんでしたので、館内の移動の合間に一息つけるリラックス空間です。ロビーと正面玄関の間にはフロントと売店があります。大浴場は目の前の谷合瀬古峡から命名された瀬古の湯。川底から源泉が湧いています。
チェコの湯はチェックインの14時30分からチェックアウトの10時30分まで自由に利用でき、深夜1時に男湯と女湯が左右入れ替わります。常連の滝と天城越えで有名な伊豆湯ヶ島。その歴史は古く、1000年以上前から人々はこの地で温泉を楽しんでいたことが確実だと考えられています。14世紀にはこの地で金が採掘され、1600年頃に最盛期を迎えました。穏やかな気候と美しい景観に恵まれた温泉郷であったことから、明治から昭和にかけては多くの文人墨客からも愛され、数多くの小説や詩の舞台としてこの地が登場します。川端康成がこの地に長期間逗留し執筆した湯ヶ島の思い出という作品から、踊り子との思い出だけを抜粋したものがかの有名な小説伊豆の踊り子です。古来から変わらずあり続ける清流と癒しの湯。そこに現代の快適性が加わり、私たちはこの上ない恩恵を享受しています。シャワーは大浴場の中にたくさん設置されていますので、混雑して困るようなことはないと思います。大浴場のすぐ近くにお休みどころの山藤があり、タオルやアメニティ、お飲み物が用意されていますので、お部屋から何も持たずに来ることができます。全19室、すべてのお部屋に温泉露天風呂がついていることにより、お部屋でゆっくりされる方が多いからか、館内のどの場所も静かで落ち着いた雰囲気でした。アセビノさんの館内施設はとても充実していて、大浴場以外に貸し切りの温泉露天風呂が4カ所もあります。まず一つ目にご紹介するのは川の湯カワセミです。4カ所の貸し切り風呂は予約制で、チェックイン後にお部屋のタブレットから予約ができます。1日目に2カ所、2日目に2カ所と、すべての貸し切り風呂を予約しました。リス石を使った八角形の浴槽が特徴のカワセミ。上品で風雅な情緒が漂っています。次にご紹介するのは山の湯風早です。アセビノさんの最上階である3階のテラスに位置し、貸し切り風呂の中で最も広いお風呂です。貸し切り風呂を利用する際は、予約時間の5分前になったらフロントに行き、鍵とタオルを受け取ります。先ほどご紹介した大浴場と貸し切り風呂のカワセミは川に近いところにありますが、こちらは3階ですので、目線が高い森の景色でまた違った雰囲気を楽しめます。5本の天然自家源泉を持つアセビノ産の温泉は、単純温泉とカルシウムナトリウム硫酸塩温泉の混合泉です。pH 値は 8.34 の弱アルカリ性で、肌に優しく刺激が少ないながらも、古い角質や余計な油分をクレンジングしてくれる作用があります。だんだんとあたりが暗くなり、夕食のお時間になりました。1階にあるレストラン春光ダイニングでいただきます。全室個室になっているというところがいいですね。プライベート空間で落ち着きます。
お食事の開始時刻は18時または18時30分から選べました。お料理は懐石料理のコースになっています。1品目の箸付けは予約時間に合わせてテーブルにセットされていました。こちらはあさりとわらびの玉締めです。あさりの旨味をしっかり感じられます。山菜と貝類が美味しい季節になってきましたね。本日はノンアルコールでレモンスカッシュを注文しました。次は季節のいろいろなお料理が盛られた前菜です。ホタルイカのしぐれ煮、たけのこの木の芽味噌焼き、サーモンの手まり寿司。串に刺さっているのは上から小餅昆布、黒豆、そら豆みじんこ揚げ。蓋付きの器の中には和牛ローストと春菊のアーモンド和えが入っています。日本一高い山である富士山と日本一深い海である駿河湾を擁する静岡県は農水産物の種類の多さが全国トップクラスを誇る食の宝庫です。続いてはお椀でハマグリのお塩仕立てです。手前は椎茸とつるな。木の芽の香りに春を感じます。お次はお作りの盛り合わせです。ヒラメとエンガは金目鯛の炙り、マグロは赤身と大トロ。特はホタテです。貝殻が可愛いですね。伊豆はわさびが名産ということでたっぷり用意されているのが嬉しいです。焼き物のアワビのステーキが運ばれてきました。アワビの下には春キャベツ、パプリカ、しめじがあります。茶色いのはアワビの肝ソースです。そして中皿がお肉料理。和牛のサーロインステーキです。お隣にある新玉ねぎのソースでいただきます。部位はサーロインですので、すごく脂が乗っていました。付け合わせは新じゃがいも、かぼちゃ、アスパラ、エリンギです。シー魚として揚げ物が来ました。柔らかエビのカダイフ揚げです。カダイフとはそうめんよりも細い小麦の麺のこと。エビもふきのとうもサクサクに揚がっていて非常に美味しかったです。蒸し物は牡蠣の湯治蒸し。懐石料理では湯葉を使ったお料理にしばしば湯治という名前がつきます。青のりのあんと生姜の組み合わせが牡蠣とよく合っていました。締めのお食事です。この赤だしがまろやかでいい塩梅でした。ご飯は鯛の炊き込みご飯です。お漬物が濃すぎず薄すぎず全体に量も多すぎずで良かったです。ちなみにご飯と赤だしは無料でおかわりできます。最後にデザートです。果物はメロンとイチゴ、奥の器に桜の杏仁豆腐、そして左側は黒ごまのアイスクリームです。
リラックスできる個室で良い夕食の時間を過ごせました。スタッフの方がどなたもちょうど良い距離感の接客で心地よいです。丁寧でかつさっぱりしている雰囲気があり、気を使わずに過ごすことができました。お部屋に戻ってきて少し休んだらまた客室の露天風呂を楽しみます。川の流れる音と森の綺麗な空気に包まれながら最高の旅館だなぁと幸せな気分に浸っていました。おはようございます。本日は7時から貸し切り風呂の予約をしていました。まずは昨日利用した川蝉のお隣にある山蝉です。3月中旬で今朝の気温は5度ほど。温泉のおかげで冷えた体が一瞬でポカポカになりました。8時からは貸し切り風呂、寝湯を予約していました。根っこ川の最も近くにある野手に富んだ露天風呂です。石の枕があり、その名の通り寝ながら湯あみを楽しめます。温泉と川の間に柵などがないため、川に浸かっているような気分になれます。朝の日差しが心地よいです。朝食も昨夜と同じダイニングの個室でいただきます。昨日のチェックイン時に5時間とお食事の内容を選んであります。5時間の選択肢は8時または8時30分。お食事の選択肢は洋食と和食です。和食と洋食を1名ずつ注文しましたので、両方ご紹介いたします。着席すると、どんどん温かいお料理が運ばれてきました。国産大豆を使ったこだわり豆腐の湯豆腐。お魚はメダイの西京焼きとアジの干物。かぼちゃ、人参、ガンモの炊き合わせ。マグロの山かけ、ひじきの煮物。だし巻き卵と大根おろし。ピーナッツ味噌、茎わさびの酢漬け、大豆と海苔の佃煮。ほっとする日本の朝ごはんです。和食と洋食、どちらにもサラダはついています。ドレッシングはごまと柚子醤油。続いて洋食のご紹介です。お野菜とベーコンのコンソメスープ。職人さんの手作りパン。メインのプレートにはチキンのトマト煮とソーセージ、スクランブルエッグ、ほうれん草とベーコンのバター炒め、お野菜がいろいろ乗っています。ごちそうさまでした。最後にお見せするのは大浴場のセコの湯。昨日と男女が入れ替わり、左右逆のお風呂になっています。まるで2本の沢が並走するように根っこ川に沿って長く伸びる2つの大の天風呂は、川上側が48平米、川下側が35平米という圧巻の広さ。川石を配した自然のままの情緒あふれる浴場は、大地に馴染み素晴らしい開放感で満たされます。
パセビノ産の温泉は保温効果が高く、温泉から出ても長い時間ずっと体が温かいことを実感します。また必ず再訪したい素晴らしい旅館でした。アクセスについてご案内いたします。パセビノさんは静岡県伊豆半島のちょうど真ん中あたり、伊豆市の湯ヶ島に位置しています。東京の都心からですと、車で2時間半、公共交通機関で3時間くらいです。それでは料金の発表に参ります。中伊豆の素晴らしい自然環境に囲まれた谷川の湯パセビノさん。客室に源泉 100% かけ流しの温泉露天風呂がついていて、さらにそれとは別に4つの貸し切り風呂と大きな大浴場があり、この上ない非常に豪華な温泉設備を堪能。個室ダイニングでいただく季節の若い席の夕食コースと、和食か洋食から選べる朝食の2食付き。1泊2日、大人2名1部屋の合計金額はおいくらでしょうか？今回は3月の春休みシーズンで、平日ではなく休日に宿泊しました。正解は69,300円でした。平日ですと、谷の倉107号室には63,300円から最安値のお部屋山の倉には59,400円から宿泊できます。今回の動画はいかがでしたか？一緒に行きたい方へこの動画をシェアしていただきますと、旅行のイメージを共有できるのでおすすめです。今年はたくさんの動画をお届けしてまいりますので、チャンネル登録をお願いいたします。高評価やコメントも嬉しいです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。